プラスチックの夢と毒が交差した夜。主のいない店でネオンだけが虚しくまたばき続ける。国語対話始まります。皆さん、授業のチャイムは終わりの合図じゃありません。始まりのゴングです。放課後の雑談ラジオ国語対話へようこそ。ふむ。年を取ることもなく死ぬこともない。その美しさはプラスチックと金属でできた冷たい奇跡だった。うわー、冒頭から冷え冷えとするモノローグ。今日のハイライトはそんな永遠の美少女が登場しますよ。ナビゲーターの MC です。ごきげんよう。昭和レトロの闇鍋をつっつく民族学者猫であります。本日の検体は星新一氏によるショートの金字塔ぼっこちゃんですね。出ました神様。私学校の図書室でこれ読んだ時、怖すぎてその日の給食の牛乳が飲めなくなったんですよ。トラウマ製造機ですよね。ほほう。1958年東京タワーが観光した年に放たれた高度経済成長への皮肉たっぷりの寓話ですからね。便利さの裏にある毒を感知するとは幼少期の MC 氏もなかなか鋭い。でしょでしょ。でね、今回も書いてきましたよ。恒例の雅楽の最高傑作。じゃーん。タイトルは究極の愛され女子ぼっこちゃんです。ぬわ、これはショッキングピンクの液体で満たされた水槽の中に笑顔のマネキンが浮いている。しかも周囲の人間たちが口からチューブで直結されているではありませんか。かわいいでしょ。ほら、みんなぼっこちゃんとつながりたいって思ってるから物理的につなげてあげたんです。これこそ推しとファンの完全な融合。争いのない平和な世界ですよ。その平和の定義、完全に人類補完計画の失敗作というか特級事物の気配がしますぞ。 MC 氏の描く純粋さは時に SCP 財団の収容対象より恐ろしい。そんなに褒めないでくださいよ。画伯のセンスが炸裂しちゃいましたね。さて、この素敵なバーの扉開けてみたくなりましたか？学術的好奇心と生存本能が戦っておりますが、参りましょうか。その甘いカクテルのレシピを確認しに。それでは魅惑と旋律の物語スタートです。それでは魅惑と旋律のあらすじ見ていきましょう。まずは想像からです。大手柔らかにお願いしますぞ。ロムカセットも読み込み開始といったところですか。あるバーのマスターが守備で人造人間ぼっこちゃんを作りました。見た目は超絶美女ですが、中身はなんと空っぽ。飲んだお酒がチューブを通って足元のタンクにたまるだけの人間デキャンタなんです。ほう、機能美の極致というか、まさに昭和のレトロフューチャーな設計思想ですね。外見さえ良ければいいという。で、お店に出すんですけど、彼女は綺麗な服ね、素敵な靴ねっていう数パターンの言葉しか喋れないんです。それなのに男たちはなんて聞き上手なんだって勝手に夢中になっちゃうんです。出ました。EL 剤効果の極み。人間は自分を肯定してくれるランダムな文字列に勝手に知性を感じるバグがあるのです。そんな中、あるお金持ちの若者がガチ恋しちゃうんですよね。高価なプレゼントを貢いで毎日通い詰めちゃう。周りが止めても聞こえないんです。典型的な養分、いえ重課金ユーザーの行動様式そのものですな。愛という名の投資地獄です。でもね、ここからが最悪なんです。マスターは夜中にぼっこちゃんの体内に溜まった飲み残しのお酒を回収して、なんと翌日また客に出してたんです。それは衛生法的に、いや究極の SDGs というか永久期間的錬金術ですが、信じられないですよね。そして物語は急展開。若者は親に感動されて一文なしに、最後にぼっこちゃんに殺してやろうかって迫るんです。おっと、不穏なプロンプト入力が来ましたね。ぼっこちゃんはプログラム通りにっこり笑ってこう答えます。殺してちょうだいって。文脈を理解できないゆえの致命的な肯定。
究極のバグが発生しましたぞ。若者はそれを聞いて、猛毒をお酒に入れてボッコちゃんに飲ませて逃げ出しちゃうんです。でも、ここからが本当の地獄です。まさか、そのタンクの中身は。そう。何も知らないマスターは毒入りのお酒を回収して、今日は俺のおごりだって店中の客に振る舞っちゃったんです。地水のリサイクルシステムがブーベランとなって帰ってきたと。これは回避不能の全滅フラグ。そして深夜、マスターもお客さんも全員死んで静まり返った店で、ボッコちゃんだけがラジオに合わせておやすみなさいってつぶやき続けるんです。サーバーは稼働中、ユーザー数ゼロ。美しくも虚しい完全なるディストピアの完成であります。何度聞いても鳥肌が立ちます。さて、あらすじだけで終わる私たちじゃありませんよね。もっと深く掘り下げていきますよ。さて、ここからは冷徹に行きます。感情論は抜きにして、コストとリスクの観点から解剖しましょう。ところで、私、気になります。おや、何ですか？ MC 氏のその気になりますは、某古典部のような探求心の表れですかな？マスターくんのお店屋さんごっこのやり方です。先生、見ちゃいましたよ。お友達がお口からペッて出したジュースをまた瓶に戻しているところを。急に解像度が強力番組に？あれは経済合理的観点からリサイクル率 100% を目指した究極の閉鎖系システムでありまして。難しい言葉でごまかしません。それはバイキンマンのすることですよ。大輝とかザッキンさんがうようよのぬるいジュースを他のお友達にはいどうぞするなんて不潔すぎます。くぬぬ。公衆衛生法及び食品衛生法に抵触するのは明白ですが、彼にとってボッコちゃんは単なる老化装置、いやむしろ人間そのものが不潔な培養器という皮肉でして。言い訳しない。お腹が痛くなったらどうするの？先生、こんな汚いお店は許しません。今すぐ保健所という怖い先生にお電話して鍵をガチャンってしてもらえますからね。穏便に。しかし現代の SDGs を悪魔合体させたような再利用精神はある意味で時代の最先端を行き過ぎた結果のバグというか。それに若者くんもです。ポケットに危ないお薬を入れてくるなんてどこの組の子ですか？先生、幼稚園にはハサミだって気をつけて持ってくるように言いましたよね。それは劇物取締法違反及び殺人予備罪の構成要件を満たしておりますが、彼の恋心という名の脳内物質が暴走した結果の生存戦略ミスでして。恋とか愛とか関係ありません。お友達に死んじゃえって毒を渡すのはいじめとかそういうレベルじゃないですよ。廊下で立って反省してなさい。ボッコちゃんはいいのよ。そこに座ってニコニコしててね。はい、キャンディーあげる。へえ、機械人形への対応だけが優しすぎる。これが管理教育の真の姿。完全論理派の私が感情論の圧で押しつぶされそうですぞ。最後もそう。みんないただきますの前にお手手は洗いましたか？中身をよーく見ましたか？確認もしないでガブガブ飲むからみんなでお星様になっちゃうんですよ。自業自得です。まさにゼロトラストセキュリティの欠如。何も信じてはいけないバーでマスター自身が自分のシステムを過信した脆弱性。正論すぎて HP がゼロであります。つい教育的指導が入ってしまいました。失礼しました。でも衛生管理と危険物の持ち込みには本当に気をつけてくださいね。はい。昭和のブラックジョークより令和のコンプライアンス遵守女子大生の方がよほどホラーですな。あはは、えねこさんたら大げさ。さて、お掃除とお片付けの大切さが身に染みたところで、続いてはさらにディープな世界へご案内しますよ。さて、お掃除の大切さは骨身に染みましたが、ここで一つ素朴な疑問です。どうしてこんな救いのないトラウマ話が私たちの教科書に載っているんでしょうか？良い質問です MC 君。それこそが文部科学省が仕掛けた隠されたカリキュラム。彼らは14歳の脳髄にある種の絶望をインストールしようとしていたのです。絶望をインストール？学校って夢や希望を教える場所じゃないんですか？甘い。
砂糖菓子のように甘いですよ。この作品はディズニー的ハッピーエンドへのアンチテーゼ。いわば身の程を知れという儒教的警告なのです。身の程を知れ？なんか急に世知辛いですね。具体的にはどういうことですか？つまり高望みをするなということです。マスターも若者も自分の実力に見合わない理想の偶像を求めた結果破滅しました。これは二次元や教えのガチ恋は身を滅ぼすぞというオタク予備軍への牽制球なんですよ。ひえ、中学生の段階で推し活の限界を突き詰められていたなんて、先生たちスパルタすぎませんか？さらに言語学的にも凶悪です。殺してやろうかという軽口が文字通り物理的な死を招く。これは文脈を読めない人間は社会的に死ぬという日本社会の冷徹な不分律を叩き込んでいるのです。うわー、KY は命取りってことですね。言葉のキャッチボールじゃなくてデッドボールじゃないですか。そして極めつけはラストシーン。何の罪もないお客さんが全員死ぬ理不尽なジェボサイド。ここには発達心理学的な意図があります。そう、それが一番納得いかないんです。お客さんはただ楽しく飲んでただけなのに、とばっちりもいいところですよ。それが社会なのです。システムがバグればユーザーは無実でも死ぬ。個人の善悪など関係ない。運命は連帯責任であるという残酷な真実を子どもたちにすり込むショック療法。これぞ教育の裏コード。なるほど。私たちは漢字と一緒に大人の理不尽も暗記させられていたんですね。なんだか教科書がデスノートに見えてきました。ようやく世界の構造が見えてきましたね。ですが現代の読者はこの結末をどう受け止めるのか。確かに令和の私たちならまた違った感想になりそうです。それでは続いてはこの物語の現代的な評価についてさらに深掘りしていきましょう。キンコンカンコン。そろそろ放課後のチャイムが鳴りそうです。皆さん、現実に戻る準備はいいですか？ふむ。名分のごとき放課後もこれにて終了。我々は再びコンプライアンスとエクセル方眼紙が支配する管理社会という名の檻へ戻らねばなりません。もうまたそうやって暗いこと言う。でも今回のぼっこちゃん、もし2024年の今 X や TikTok で拡散されたらどんな反応が来ると思います？容易に想像できますよ。5チャンネルのナンギーあたりではこんなスレが乱立するでしょう。秘宝バーの店主リスク管理ガバガバすぎて炎上WWW。うわー、リアル。特定しましたとか書かれて、お店の Google マップのレビューが星一つで埋め尽くされそう。衛生観念が終わってる。ワンオペの末路と叩かれまくりです。そしてぼっこちゃんに貢いだあの青年に対しては容赦ないレッテル張りが行われるはずです。レッテル張り？純愛じゃなくてですか？あんなに一途だったのに。ネット民に純愛などという言葉は通じませんよ。彼らはこう呼びます。ガチ恋勢の末路、あるいはスパチャ投げすぎて破産した養分オツとね。ひどい。でも確かにやってることは今の投げ銭と同じかも。画面の向こうのアイドルにお金を投げても実際には届かないみたいな。その通り。構造的には AI インフルエンサーや VTuber への課金と同じです。彼らは自分の幻想に課金しているのであって実態を見ていない。これぞまさに現代病の先取りですよ。耳が痛い。私も推しのアクリルスタンドに話しかけてるとき、ちょっとぼっこちゃんの青年と同じ目をしてるかも。まあ MC 氏の場合は推しが生身の人間ですよね。まさかとは思いますが、二次元の彼氏に婚姻届を出そうとしたりは。してませんよ。ギリギリ踏みとどまってます。ところで猫さん、さっきある界隈がざわつくって言ってましたけど、まだ何かあるんですか？おっと、そうでした。実はこの作品、文学クラスターだけでなく、ごく一部のニッチな技術者、具体的にはプラントエンジニアの間でも非常に評価が分かれるんですよ。設備配管工？ロボット工学じゃなくてそっちですか？
専門家として言わせてもらえば、この事故の根本原因は道徳でも愛でもない明白な配管設計のミスにつきます。はい。パイピング？何の話をしてるんですか？いいですか MCC。ボッコちゃんの体内配管、おそらく安価な塩ビ化シリコンチューブでしょうが、カクテルのような糖分を含み、かつ粘度のある流体を扱うなら、定期的なフラッシング用のバイパス配管が必須なんです。フラッシング？洗浄ボタンみたいなものですか？それだけじゃありません。最大の問題は、回収ラインにストレーナーも逆止弁も設置されていないことだ。これじゃ毒だろうが異物だろうが逆流し放題です。施工管理技術として言わせてもらえば、これは養酸じゃない、完全なる施工不良です。竣工検査やり直し。猫さん、人がいっぱい亡くなってる大惨事のお話をしてるときに、お水の通り持ちのことを心配ですか？相変わらず目の付けどころがマニアックすぎて引きます。システム屋というのは悲劇よりも構造的欠陥に目が行く寂しい生き物なのですよ。まあ作者の崎真一氏自身もかなり理系的な鬼人だったそうですが。それ聞きました。なんか大木がお薬の会社だったんですよね。御曹司だったのに苦労したとか。そして晩年のエピソードが実に興味深い。彼は117に電話をかけるのが趣味だったそうです。一日に何度も正確な時間を告げる無機質な声を聞いて安らいでいたとか。時報に？誰かと話すんじゃなくて、ただピッピッピッポーンって聞くだけですか？そうです。人間関係に疲れ果てた彼のとって、裏切らず感情もなさず正確な事実だけを伝える機械の声こそが唯一の癒しだったのかもしれません。これぞ究極のボッコちゃん願望ですな。おや MCC？ どうしました？急にまみっこんで。それはダメです。先生、悲しいです。出た！恐怖の歌のお姉さんモード？何がダメなんでしょう？猫ちゃん、いいですか？電話っていうのはね、お友達やお母さんとお話しするための道具なんですよ。機械さんの声を聞いて安心しちゃうなんて、そんなの寂しすぎます。いや、それは作者の真一氏の趣味であって私の趣味では、私を実家に定期連絡してますし。ほんまですか？メールで済ませてません？ちゃんと声で会話してますか？人間関係が面倒だからって機械に逃げたら、心がどんどんプラスチックになっちゃいますよ。先生、心配で夜も眠れません。心がプラスチック。文学的な表現なのに物理的な圧がすごい。わかりました。今日帰ったら母に電話します。だからその目で私を見ないでくだされ。だりと、いい子ですね。キャンディーあげます。いやー、つい熱くなっちゃいました。寿命が縮まりました。MC 氏のそのおせっかいスキル、一体どこで習得したんです？実は私、高校生の時に純喜ちゃんでバイトをしてたんですよ。レトロなフニックフォーム着て。ほう、純喜ちゃん。まさに今回のボッコちゃんの舞台のような昭和レトロな空間ですな。似合いそうです。でしょ？でもね、そこに毎日来るおじいちゃん常連さんがいて、私のこと昔のアイドルか何かに勘違いして、来るたびにクリームソーダをおごってくれようとするんです。ぬむ。それは若干の認知バイアスというか、ガチ恋の一歩の前というか、対応を間違えると特級呪物になりかねない案件ですね。でも、私ロボットじゃないですから、マニュアル通りの対応じゃなくて、ちゃんと、おじいちゃん、今日は寒いから温かいココアにしましょうって提案したんです。そしたらおじいちゃん、安心して泣いちゃって。なるほど。プログラムされた反応ではなく生身の心で返したというわけです。それがボッコちゃんのマスターにはできなかった解というわけですか。そうです。便利さとか効率も大事だけど、やっぱり最後に人を救うのは温かい血が通ったおせっかいなんですよ。ね、猫さん。ぐぬぬ。論理的には反論の余地がありません。私の乾杯です。悔しいですが今日は人間らしく肉声で挨拶をして終わるとしましょうか。はい。それでは皆さん、プラスチックの管じゃなくて温かい心を持って帰り道についてくださいね。また次の放課後にお会いしましょう。合言葉はせーの。にゃん。